料音声ボイシーという SNS で毎日配信しながらみんなで一緒に頑張るダイエット企画やってます。コメント欄がこんな感じでズボラのみんなで盛り上がってます。概要欄のコメントに無料音声の SNS ボイシーのリンク貼ってきます。会員登録アプリダウンロードなしでリンクをクリックして再生ボタンクリックしたらすぐに聞けます。一緒にダイエット頑張りましょう。両膝を曲げた状態で股関節を外に開く、内ももを使って閉じる、繰り返しましょう。内ももを使っている感覚がない人はスマホを持っていない方の手で内ももを触りながら足を閉じてみましょう。内ももの筋肉に力が入っている感覚があれば OK です。股関節を限界まで外に開いてから内ももを使って閉じるとより効果的です。次は左足だけ立てた状態で右足は伸ばして右足だけ股関節を外に開く、内ももを使って閉じる、繰り返しましょう。足を外に開くときは床につきそうになるまで下げましょう。そこから内ももを使って閉じましょう。硬い人は膝が多少曲がっても大丈夫です。内ももの付け根を使う意識だけ忘れないようにしましょう。この動画で一番大切なのは最後の2種目です。一番内ももを使う種目と一番最後が使った内ももを伸ばすストレッチ。動画を途中でやめると効果が半減してしまいます。最後まで一緒に頑張りましょう。次は左足を行います。右足は立てたままで左足はしっかり伸ばして外に開く、内ももを使って閉じる、繰り返しましょう。内ももの付け根に脂肪が溜まりやすい理由は本当に股関節を外までしっかり開いた時にしか使えない筋肉なんです。だから日常生活ではほぼ使わなくて脂肪が溜まってしまいます。この動画では股関節をしっかり外まで開いて内ももの付け根の筋肉を使って足を閉じましょう。次は股関節を片足ずつ内にねじります。内ももの付け根を使ってゆっくり膝を内側に入れましょう。股関節付け根からねじるイメージです。骨盤が多少浮いても大丈夫です。お尻の外側を使って内に倒すこともできるのですが、内ももの付け根を意識して内に倒しましょう。ズボラストレッチの動画は何個か組み合わせて1回に30分ぐらい行えると良いと思います。なぜなら体が温まってからの方がストレッチの効果が出やすいです。一つの動画だけだと体が温まったぐらいで終わってしまいます。かかとを体の方に引きましょう。お尻とかかとをくっつけるイメージでそのまま股関節を外に開きます。かかとをお尻に近づけた状態で股関節を外に開く、内ももを使って閉じる、繰り返しましょう。一番のストレッチと同じ動きなのですが、膝を曲げている角度がきついので一番よりきついと思います。内ももの付け根を使って閉じることを意識し続けましょう。普段椅子に座っている時に膝と膝をつけたまま座っているのが苦手な人は膝同士をつけているだけでも内もものトレーニングになります。ぜひ仕事中や授業中にやってみましょう。次は右足だけ浮かせて膝を伸ばした状態で大きく内回しにくるくる回しましょう。内に入れるときに内ももの付け根を使いましょう。低い位置で小さくくるくる回しているのが楽なのですが、なるべく大きく回しましょう。この動きで腰が痛い人は左膝を曲げてもらっても大丈夫です。その状態で大きくくるくる回しましょう。次は左足も同じように行います。左足を浮かせて大きく内回しに動かします。膝はなるべく伸ばしておきましょう。この動画では内ももの付け根を集中してストレッチを行っていますが、この動画だけを習慣化して内ももの付け根の部分痩せを狙うよりかは股関節全体のストレッチをして足全体を細くする方が効果が早いと思います。腰が痛かったら右膝曲げていただいて大丈夫です。次
次は右の股関節を外に開いた状態で内ももの付け根を使って足を上げましょう。つま先は外向けておきましょう。もし内ももの付け根が動いている感覚がない人は股関節が外に開いてない可能性が高いです。股関節付け根から外に開いてつま先が外向いているのを確認した状態で足を上げましょう。それでも内ももの付け根を使っている感覚がない人は空いている手で内ももの付け根を触りながら行ってみましょう。触ると動いている感覚を感じることができると思います。次は左足も同じように行います。股関節を外に開いた状態で内ももの付け根を使ってゆっくり足を上げましょう。これはすごい地味なんですが、恥骨筋という筋肉を使っています。もし興味がある人は概要欄に恥骨筋についての URL を貼っておきますので、ぜひ見てみてください。この動きでも腰が痛い人がいると思います。その場合は反対の足を立てて行いましょう。6分間かけて内ももの付け根の筋肉ばかりを使ってきました。最後の種目は内ももの付け根を伸ばすストレッチです。しっかり最後まで行いましょう。動画と同じように手で足の裏をつかみましょう。スマホは一回床に置きましょう。掴んだ足を体の方にぐーっと引きましょう。裏もも、内ももが伸びていれば OK です。もし伸びる感覚がない人は少し角度を変えてみたり、つま先を自分の方にぐっと寄せてみたり試してみましょう。硬くて足の裏に手が届かない人は太ももを持っても大丈夫です。こんな感じです。内もも、裏ももが伸びていれば OK です。これも伸びないという方は足パカでも大丈夫です。最後に内もものストレッチを行うということをお伝えしたいです。この動画が終わった後に行った方がいいストレッチを概要欄に貼っておきます。今日もお疲れ様でした。股関節を開く、膝を伸ばす。股関節を開く、膝を伸ばす。これを繰り返しましょう。ポイントはゆっくりでも良いので、股関節をしっかり開いて、膝を伸ばすときは膝同士をしっかりつけることです。主に内ももの筋肉を使っています。この動画はダイエットしたいけど運動しても続かない、ジムに行く時間がない、食事制限はできないけどダイエットがしたい、そんな方向けに作っています。一緒に頑張っていきましょう。次は足を浮かせて股関節を外に開いた状態で膝をパタパタさせます。主に内ももと裏ももに効きます。余裕がある人は少しお尻を持ち上げると下っ腹にも効いてきます。ズボラストレッチは寝たまま行うストレッチが基本となってます。なぜかというと、立ったり座ったりした方が効果的な場合がもちろんあるんですが、僕がストレッチトレーナーを9年間やった中で寝たままのストレッチが一番習慣化しやすいと気づいたんです。次は股関節付け根や下っ腹を使って片足ずつ上げていきます。膝を伸ばす方の足は前ももを使ってしっかり膝を伸ばしきりましょう。膝上の肉を撃退できます。足を上げるときは前ももを使わず下っ腹を使うイメージでしっかり高く上げましょう。もしきつい人は下の足は床につけておいても大丈夫です。この動画は後半にかけてゆっくりペースアップしていきます。前半はゆっくり簡単な準備運動のイメージです。次は両膝を曲げた状態で股関節を左右に倒していきます。外ももが床につくぐらいしっかり倒しましょう。骨盤が多少浮いてしまっても問題ありません。なぜ20分の動画を作ったかというと、皆さんの体をなりづらい体に変えたいからです。気になる部分だけ伸ばしてその場でむくみ解消とか楽になったりはするんですが、太りづらい体、太ももがむくみづらい体にするには全身やる必要があります。次は少し難しいです。つま先上げる、かかと上げる、お尻を浮かせる。つま先上げる、かかと上げる、お尻を浮かせる。
これを繰り返していきましょう。急がなくていいので、つま先、かかと、お尻、自分が上げれる範囲でしっかり高く上げるように意識しましょう。全身をストレッチする理由としては、例えば反り腰だけでもいろいろな原因があります。ヒールばかり履いていて、前ももばかり使って前重心になってしまう。お腹に脂肪がついたことによって骨盤が前に倒れてしまう等があります。すべてを解消する必要があります。次は、できる限り膝を伸ばしたまま、股関節付け根や下っ腹を使って片足ずつ上げていきましょう。前ももに力が入らないように意識して行いましょう。なぜ前ももを使わないように意識するかというと、前ももが太くなる原因のほとんどは使いすぎです。例えば前に向かって歩くときや階段を上るときも、個人的には下っ腹や股関節付け根の筋肉を使ってほしいです。でも下っ腹や股関節付け根が筋力不足だったりして、前ももばっかりに頼ってしまう人がほとんどです。次は休憩も兼ねて両手を万歳しましょう。脇の下やお腹の筋肉が伸びると思います。余裕があればできるだけ遠くに向かって手を伸ばすイメージです。背中を丸めて猫背になって座る人はずーっと腹筋が縮まりっぱなしです。しっかり手を高く上げて腹筋を伸ばしてあげると姿勢も良くなると思います。もしもやり方がわからないと疑問点があればコメントいただければ必ずお返しいたします。次は足を真横に上げるイメージです。前ももを使うというよりも、お尻の横、大天使のあたりを使ってしっかり足を上げましょう。高く上げると脇腹にも効きます。もしも余裕がある人は肘と膝をタッチしてみましょう。こんな感じです。こうするとかなり脇腹にも効いてきます。下っ腹をへこませるには、下っ腹の筋肉だけではなくて脇腹も鍛える必要があります。できる限り高く足を上げましょう。0秒はトルで9セット。